こんにちは。整理収納アドバイザーの七尾明子です。今回は1日で家中4カ所まとめてお片付けしたビフォーアフター事例をご紹介します。このチャンネルでは収納や片付けを中心とした暮らしに役立つ情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今回お伺いしたのは2階建ての戸建てに3歳のお子さんと3人家族でお住まいのお宅です。ご家族の人数に対してスペースにゆとりがあり、収納も豊富にあるお宅ながら、物も増えやすい傾向があり、あちこちにちょい置きしがちでごちゃついてしまうことにお悩みでした。まず最初に作業したのはリビング内にあるクローゼットです。やや幅が狭く奥行きが深めの構造で、中にユニットシェルフを置いて空間を仕切られていましたが、動線的に便利な場所ということもあり、いろんなものを詰め込みがちなことにお悩みでした。こちらはユニットシェルフの真ん中の段です。一番使いやすい高さということもあり、いろいろな小物がちょい置きになりごちゃっとした状態になってしまっています。こちらの白い引き出しには書類を収納されていましたが、手前に物が置かれてしまい、下の方の段はほとんど開けられない状態になっています。そのため中の書類もあまりチェックできていないとのことでした。こちらはシェルフの上のスペースです。大きいカゴが2つ置かれていて、お菓子などが収納されているようでしたが、その他にもカメラや雑多な小物などが混在しているようでした。また、左右にはそれぞれワイヤーネット収納がついていたため、ちょっと圧迫感も出てしまっていました。そしてこちらはシェルフの下半分のスペースです。バッグなどが収納されているそうですが、棚が全部埋まっているため、普段使うバッグは置き場がなく床置き状態とのことでした。このような状態を踏まえて、もっと使いやすくすっきりしたリビング収納を作るべく作業をスタートしました。では、早速クローゼットの中身を全部出しして分類していきます。まずは使用頻度で1、2、3群に分けて、使用頻度が高いものだけ残していきます。出してみると、実はバッグがかなりたくさん入っていて、使用頻度も低いものが多そうでした。続いて、その他の小物も出していきます。全部出してみるとかなりの物量になり、こんなに入っていたのかとお客様も驚かれていました。バッグ類は大半が2群3群だったため、2階に移動していただきました。残すことにした使用頻度高めのものは種類ごとにお手持ちのカゴにまとめていきます。こちらのカゴにはエコバッグなどのお出かけに持っていくバッグ類とカメラ関係のものをそれぞれまとめました。続いて書類が入っていた引き出しの中身も見直します。浅い引き出しは書類収納としては使い勝手が良くなかったため、文具などの小物の収納として用途を変更しました。そして書類は不要なものを処分して、残すものは種類ごとにクリアファイルに分けてファイルボックスに収納。パッと目につくところに置いておきたいものだけクリップで挟んでワイヤーネットに吊るしておくことにしました。また、ランチョンマットもかなりたくさん出てきました。こちらはお手持ちのファイルボックスの高さハーフサイズにまとめました。このランチョンマットはそれほど使用頻度が高くないとのことだったため、ユニットシェルフの奥の方に配置。そしてこの手前にちょうど先ほどの浅い引き出しが置けたので、引き出しの前にちょい置きをしがちな余分なスペースを作らない配置にできました。また、お菓子も集めてみるとかなりの量になりました。こちらは深いカゴ一つにまとめてシェルフ上段に配置しました。では、早速リビングクローゼットのビフォーアフターをご覧ください。まずはクローゼット全体のビフォーアフターです。中に置くものを厳選したことで、だいぶ見た目もすっきりして使うものも出しやすくなりました。続いて一番取り出しやすい真ん中のスペースです。上から2段目は右側に書類とレシピ本、左側に意外と量が多かった工具関係の部品を収納。ファイルボックスを置いたことで上の棚板の間隔が狭くなったため、ここに使用頻度高めのランチョンマットを配置しました。そして上から3段目には浅い引き出しとダイニングで使う植物のお世話セットを置きました。書類が入っていた浅い引き出しは文具類の収納スペースとして活用しています。使い方が難しい浅い引き出しも文具であればちょうどよく収まりました。
続いては一番上のスペースです。シェルフの最上段は左側に使用頻度の高い保冷バッグを収納して、右側にはお菓子が入ったカゴを配置。両側にあったワイヤーネットも扉裏に当たる右側だけにしたらだいぶ圧迫感が減りました。そして右側に残したワイヤーネットには使用頻度1軍の文具を厳選して収納しました。また下のフックにはすぐ手に取りたい書類も厳選して吊るしています。そしてこちらは下半分のスペースです。下から2段目にはエコバッグ類とカメラ。一番下の段には普段使うバッグの収納スペースを確保しました。ちなみに普段用バッグの横にはあえて空っぽのカゴを置いて置き場に困った小物を置ける何でもボックスを作りました。このボックスがあることであちこちにちょい置きをしなくて済むようにしています。続いて2箇所目はキッチンです。収納多めの立派な作りながら増えたものが収まりきらず、あちこちに物が置かれてごちゃっと見えてしまうのを何とかしたいとご希望でした。特に気になるとおっしゃっていたのが、リビングからもよく見える目立つ場所にある背面収納のオープン棚です。いろんなものがちょい置きになりごちゃついてしまうことにお悩みでした。こちらはそのオープン棚の下半分のスペースです。ここには炊飯器が置かれていますが、その周りにコーヒー用品や収まりきらない食品のストック、お菓子作りの材料、雑貨などがちょい置きされてごちゃっとしています。こちらはオープン棚の上半分です。主にママが飲むお茶が収納されていましたが、他にもこれから使いたい調理器具やお菓子作りの道具なども置かれていました。続いてこちらは背面収納の下段に置かれたワゴンです。中には食材のストックのほか、お菓子作りの道具なども混在していて、このワゴン自体の役割もやや曖昧になっているようでした。続いてこちらは背面収納にある食器棚です。スライド式の作業台も収納として活用されていましたが、よく使う保存容器の他にレシピ本やカッティングボード、お菓子用の型などいろんなものが混在していて、こちらもごちゃっとしてしまっています。こちらはその下の引き出しです。こちらはお子さんの食器を収納されているそうですが、ここもやはりごちゃっとしていてやや使いづらそうでした。また一番下の段の引き出しには大皿や保存容器などをケースで仕切って収納されていましたが、置き場に困ったグラノーラや調理家電がその上にちょい置きされてしまっている状態でした。このような状態を踏まえて物の配置を見直しつつ、ごちゃつきが減らせるようなキッチンを目指して作業しました。では早速キッチンも作業していきます。今回は全部出しではなく、少しずつ出しながら玉突き移動していく部分出しで作業していきました。まずは一番気になるとおっしゃっていた背面のオープン棚から着手します。使用頻度で分けていただくと、紅茶グッズとコーヒーグッズが一番よく使うとのことでした。そのため背面のオープン棚はコーヒー・紅茶コーナーとして役割を整理することにしました。紅茶も集めていくとかなりストックの量がありました。そのためお手持ちのカゴを使って開封済みのものと未開封のもので分けながら収めていきました。また炊飯器の下のラックは引き出し式になっていたため、ここに高さが合う紅茶の缶やティーバッグを収めました。続いてオープン棚や食器棚の引き出しに混在していた調理家電の置き場所を作ります。シンク下引き出し下段に若干スペースを作れそうだったため、こちらを活用することにしました。続いて食材ストックの収納も見直していきます。こちらのワゴンに入っていた食材以外のものは一旦出して、上段はやや小さめの食材、下段は大きめの食材と分けて収納していきました。最後はお菓子作りの道具など溢れたキッチン雑貨類の収納場所を決めていきます。食器棚の上段には釣り戸棚もついた構造になっていて、持ち手付きのボックスを並べてお使いになっていました。こちらのボックスの中にはお弁当グッズなどのキッチン雑貨が収納されていましたが、中には使っていないものもあったため一部整理していただき、製菓道具など使用頻度が低めの雑貨はこちらに収納していただきました。ではキッチンのビフォーアフターもご覧ください。まずは背面オープン棚のビフォーアフターです。
いろんなものが混在していたこちらのスペースですが、主に飲み物関連のものを置くコーナーとして役割を整理しました。こちらはオープン棚下段です。こちらのスペースはママの紅茶類を置くスペースにして、炊飯器以外は紅茶関係のものだけこちらに集約しています。このジラックの下のボックスは手前のポットをどかさないと出し入れがしづらいため、まだ未開封の紅茶のストックを収納するスペースにしました。開封済みの紅茶はラックの上と炊飯器下の引き出しにまとめたので取り出しやすくなっています。こちらはオープン棚の上段です。こちらは主にパパが飲むコーヒー関連のグッズをまとめて収納しています。続いてワゴンのビフォーアフターです。上段には細かめの食品ストックを立てて収納。そしてワゴン下段には調味料の瓶ややや大きめのパックの食品などを立てて収納しました。続いて食器棚の作業台スペースです。ここになくていい使用頻度が低めのものを移動して、保存容器は2とセットにして、使うときにすぐ取れるように見直しました。続いてこちらはその下の引き出しです。保存容器を一部上に移動したことで少し空間が空いたので、お子さんの食器も取りやすいように並べ直しました。そしてこちらは一番下の引き出しです。ちょい置きされていた調理器具はシンク下引き出し、グラノーラはワゴンに移動して、作業台にあったミトンやカッティングボード、お菓子用の型をこちらにぎゅっとまとめて収納しました。続いて3カ所目は洗面所です。戸建てということもあり広めの洗面所で、引き出しがついた大きな棚を3台並べて置かれていましたが、上半分のオープン棚のところがごちゃついて見やすいことにお悩みでした。こちらは真ん中の棚です。ここには主にママの化粧品やヘアメイク道具がありましたが、一番便利な場所ということもあり、ちょい置きもされがちで、ややごちゃっとした印象になってしまっています。こちらは右側の棚です。こちらもコンタクト用品や掃除用品など、いろんなものが混在しているご様子で、やはり真ん中の棚同様、ちょっとごちゃつきやすそうでした。また、タオルの置き場所についてもお悩みでした。洗面台と洗濯機の間の隙間に置かれたストッカーには、ハンドタオルを収納されていましたが、量がかなり多いこともあってぎゅうぎゅうで取りづらい状態でした。また、その下2段にはバスタオルも収納されていましたが、ストッカーの形状に合わせてくるくると丸めて収納する必要があり、わざわざ丸めるのが面倒なことにお悩みでした。ちなみに先ほどの棚の引き出しには基本的には衣類が収納されていましたが、一部掃除用品を収納している引き出しもあり、掃除用品は別にここでなくてもいいとのことでした。また同じく左側の引き出しのうち一番下の段は空っぽでした。こちらも上手に活用すればもう少し使い勝手が改善できそうでした。このような状況を踏まえて洗面所についても部分出ししながら配置を見直していきました。では早速洗面所も作業していきます。洗面所の奥にはスチールラックも置かれていて、洗面周りの消耗品ストックはそちらに収納されていました。そこに並べたファイルボックスの一部が空っぽとのことだったので、それも活用しつつ収納します。まず着手したのは引き出しに収納されていた掃除用品です。こちらを一旦全部出して、ファイルボックスに入れられるものを収納してスチールラックに配置しました。そして残った掃除用品はタオル類が入っていたストッカーに収納しました。続いてオープン棚の方も部分出しして整理していきます。メイク道具は普段使うものとストック、サンプル品が混在していたり、ヘアメイク道具の中に関係ないものが混ざっていたりしたので、種類と使用頻度で分けながら整えていきました。こちらはコンタクト用品をまとめたボックスです。コンタクトが入ったケースの横の隙間にちょうどぴったりメガネスタンドが収まったため、まとめてグループにして収納しました。そしてこちらはヘアメイク道具をまとめたカゴです。ブラシ、ヘアアイロン、ヘアアクセサリーをこのカゴにまとめて収納しました。
また、サンプル品などの早く消費してしまいたい化粧品はお手持ちのカゴにまとめました。こうすることで意識的に消費しやすくなると思います。では、洗面所のビフォーアフターをご覧ください。まずは真ん中の棚のビフォーアフターです。オープン棚下段には普段使うメイクボックスのほか、ヘアメイク道具とコンタクト用品のカゴを収納。その上に化粧品のストック、よく使うスキンケア用品、そしてサンプル品をまとめました。続いて右側の棚のオープン部分です。混在していた掃除用品を移動して、そうだ、ここに必要ないものを間引いていったら、オープン棚上段はアクセサリーが入ったトレイだけになり、下のカゴもだいぶスッキリした状態になりました。タオル類が入っていたストッカーは掃除用品の収納として再活用。掃除用品だけで全部が埋まるほどの量ではなかったため、一番下の段には洗濯ネットも収納できました。そして掃除用品が入っていた引き出しにはタオル類を収納。ストッカーよりもゆとりを持ってバスタオルが収納できました。さらに空いていた引き出しにはハンドタオルも収納できました。ハンドタオルもストッカーだとかなりぎゅうぎゅう状態でしたが、この引き出しであればちょうどよく収まりました。そして最後30分ほどの残った時間で、4箇所目としてテレビ上にある大容量の釣り戸棚にも着手しました。ケースがずらっと並んだ、いわゆるシンデレラフィット収納になっていましたが、中身はよく見ていくとまだ少し改善できそうな箇所がありました。こちらが棚の中にあるカゴを全部出して並べてみたところです。家族共用のものとママしか使わないものがあり、さらに家族共用のものの中でも使用頻度に差がありそうだったので、4箇所ある棚ごとにそれぞれグループ分けして、ご家族でも分かりやすいように配置を整えました。まずは家族共用で使用頻度が高いもののグループです。救急用品や工具類がこのグループに属していましたが、救急用品は絆創膏や貼り薬をまとめたボックスと、飲み薬、塗り薬をまとめたボックスに分けて収納しました。こちらも同じく家族共用で使用頻度が高いもののボックスですが、ポケットティッシュやウェットシート、ガムテープなど、こちらも改めてカゴごとのテーマを見直して整えました。この棚にあったものの中で一番量が多かったのはママの文具やラッピング用品です。こちらは使用頻度がそれほど高くないようでしたので、棚の上段の方にまとめたところ、ちょうどぴったり棚1箇所に収まりました。そして最後に残ったのは季節の飾り物などの雑貨でした。こちらも1箇所にまとめて使うときにわかりやすく収納しました。では、テレビ上収納のビフォーアフターもご覧ください。もともとケースが綺麗に並んでいたので、パッと見はあまり違いがわかりませんが、なるべく同じ種類のケースが同じ棚に並ぶように配置換えしつつ、それぞれのゾーンのテーマも改めて明確にしました。一番ダイニング寄りで取り出しやすい右下ゾーンは、家族共用で使用頻度が比較的高めのものをまとめました。ご家族にもわかりやすいように、改めてボックスごとにラベリングもしていただきました。右上ゾーンは家族共用で使用頻度が低いものを収納。この中でも一番取り出しづらい上段には、防災用品やガジェット類など使用頻度が低めのものをまとめて配置しました。左上ゾーンはたくさんあったママの文具、ラッピング用品を収納するゾーンとして役割を整理。ちょうどボックスが10個分ぴったり収まりました。そして最後は左下ゾーンで、ここには季節の飾り物を収納しています。各ゾーンごとの役割を改めて明確にしたことで、いろんなものがあちこちに点在しなくて済むように配置を整えました。では、今回のお片付けのポイントについてもご紹介します。一つ目のポイントは、スペースごとの役割を明確にするということです。今回のお宅は収納スペースは豊富にあるお宅でしたが、スペースごとの役割がやや曖昧で、あちこちに物がちょい置きされやすい状態でした。ある程度ゾーンごとに、ここは食品の収納スペース、
ここは家族共用の小物スペースなど役割を決めていくと、持てるものの上限も把握しやすくなり、散らかりにくくなります。そしてもう一つのポイントは、収納用品の形に合ったものを組み合わせるということです。今回のお宅では浅い引き出しに書類を収納されていたり、縦長のストッカーにタオルを収納されていて、やや使いづらそうな印象でした。それを浅い引き出しには文具を組み合わせて、代わりに書類はファイルスタンドに収納したり、ストッカーには掃除用品を収納して、タオルは引き出しに入れ替えたことで使い勝手が改善しました。このように使いづらさを感じている収納は別の収納方法に変えてみると片付けやすくなります。では最後にお客様からいただいたご感想も紹介します。今回お片付けをお願いするにあたり、家の中の収納がまんべんなくごちゃついていて、優先順位をつけるのが難しい状態でした。それを事前のオンラインコンサルティングで優先順位を整理して、来客時に困らないようにするというお片付けの目標を持つことができました。お片付け当日はアフターに感動したのはもちろんですが、手持ちの収納ケースを活用してくださり、無理に物を減らすことを進めたりということがなかったことに驚きました。作業を進めていく中で、書類ケースとして購入して紙類を入れていたものを文具入れに変えたことや、実際に使う時のことを考えて収納していくことは、自己流ではできないことだったなと思っています。リビングクローゼット以外はほとんど物を入れ替えただけだったと思うのですが、それだけで使いやすさがぐんとアップしたので、実際に作業してもらえる訪問型を選んでよかったと実感しました。リビングクローゼットとキッチンのオープン棚が使いやすくなることに優先順位をつけていましたが、思っていた以上に作業していただいたのも嬉しかったです。今回は本当にありがとうございました。物の配置を見直したことで使いやすさがアップしたとのこと、私もとても嬉しいです。いかがでしたか？収納の役割を見直して物を入れ替えることで使い勝手がかなり改善できましたね。最後にこの動画を気に入ってくださった方はチャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。